こんにちは、マヤアリカです。今回はですね、パレスチナ自治区ベツレヘムにあるイエス・キリスト生誕の史跡へのツアーの様子をお届けします。それでは早速本編スタートです。はい、おはようございます。今朝の7時になりました。今日は土曜日ですね。こちらは安息日というお休みの日になります。ですので今日は夕方ぐらいまでメトロとかトラムとか全部乗り物系もお休みしておりますので、今旧市街に向かって20分ほどかけて歩いているところです。で、今日はパレスチナ自治区のベツレヘムのツアーに申し込んでいますので、ちょうどシャバットでいろいろなお店も閉まっていると思いますので、そういうツアーでアラブ人街の方に行ってみたいと思います。で、昨日の金曜日の日没後からですね、シャバットが始まったんですけれども、なんかシャバットって安息日っていうのですごく街中が静かになるのかなと思いきや、そうですね、トラムとかはお休みになるので、そういった意味では静かなんですけれども、結構お祭り的な感じで、なんか子どもたちが外で遊んでたりとか、あとはなんか9時ぐらいにですかね、9時ぐらいになんと花火が上がったりっていう音が聞こえたりですとか、結構賑やかで、いろんな人たちがなんか友達とか家族とかと集まったりとかして、すごい楽しんでるんだなっていう感じが伝わってきました。ですので、なんかシーンってしてる感じじゃなくて、結構お祭りムードっていう感じの夜でした。今日は土曜日でね、どんな感じかわからないんですけれども、もうすでにね、結構正統派の人たちも聖書を読みながらお散歩をしている人が多いです。ですので、なんか家に閉じこもってるって感じではなさそうです。エルサレムの街並みはこんな感じで、結構緑も豊かな公園も多いです。で、この緑をどういうふうに作っているかというと、こんな感じで、もともと砂漠だったところにパイプラインですね、水を通すパイプラインを敷き詰めて、そしてそこから土に水を供給しているとのことです。これによって砂漠を緑に変えることができるようになっています。このパイプラインの工夫は、貴重な水を無駄遣いせずに効果的に木に水をやる方法だそうです。エルサレム旧市街のホテル前で集合して、早速ツアーがスタートしました。エルサレムからベツレヘムまでは距離にすると約10キロほどの道のりです。もしツアーではなく個人で行く場合は、ダマスカス門の近くにあるバスターミナルからバスを乗り継いで行くことができます。また個人旅行で行くと、パレスチナ自治区に入るときにイミグレーションがあって、そこでパスポートを出す必要があるんですが、ツアーで行くとパスポートチェックが必要なく、完全スルーで入ることができます。今パレスチナ自治区に入りましたけれども、道にたくさんのゴミが落ちているのが目立ちます。これはイスラエルの領域ではあまり見られない光景ですね。家の素材は同じようにエルサレムストーンで作られていますけれども、お店の看板などはすべてアラビア語と英語になっています。そしてモスクがありますね。ほとんどの住人がイスラム教徒だそうです。パレスチナ自治区の中ほどまで来ると、このように非常に綺麗で豪華な高級住宅街のようなところがありました。パレスチナ自治区の人たちの所得は決して高くないと聞いていたので、この光景はかなり意外でした。ここからはパレスチナ自治区内のガイドさんにバトンタッチしました。これはパレスチナ自治区の雇用を守るために、外側のガイドさんはパレスチナ自治区内ではガイドができないと法律で決められているためです。この方は英語とスペイン語両方の言葉で説明してくれました。まず最初に訪れたのが羊飼いの放牧地のチャペルです。こちらの教会はイエス・キリストが生まれた夜、羊飼いたちが野宿で野蛮をしながら羊の群れを見守っていたところです。すると突然、羊飼いたちの目の前に御使いの天使が現れて、キリストの誕生を告げたとのことです。
今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。当時羊飼いたちは社会の底辺にいた貧しい人たちでした。そんな人々に見下されている羊飼いたちにキリストの誕生が最初に知らされたのはなぜでしょうか。それはキリストは恵まれない人や罪人たちを救うために来たことを示すためだったと言われています。そして羊飼いたちはその天使の声を聞くとすぐに出かけようと言って天使の言葉をそのまま信じ受け入れました。羊飼いたちは素直に直感を信じたために救世主の最初の目撃者となることができました。こちらの教会の形はベドウィンのテントの形と、そして天井は星の輝きを表現しているそうです。 For behold, I proclaim to you good news of great joy that will be for all the people. For today in the city of David, a Savior has been born for you, who is Christ and Lord. 次は羊飼いたちが夜寝ていた洞窟に入るそうです。When they came 800 years ago, they did big restoration in this area, and they did the doors, windows to support this as it. This is the authentic cave where the shepherds used to sleep at night. こちらは料理に使った石ですね。ここの天井が黒くなっているのは料理をしたすすがついたためだと考えられています。ここは2000年前のエルサレム旧市街があったところの遺跡の一部です。あちらの丸い石はオリーブオイルを絞ったり小麦を粉にしたりとかしていたそうです。思った以上に見応えがあった羊飼いの教会を後にして、次はパレスチナのお土産物屋さんに立ち寄って、その後いよいよイエス・キリストの生誕教会へと向かいます。さっきの羊飼いのスポットからここまで小さな丘を登ってきました。車だからすぐですけれども、これ歩いたらかなり辛かったと思います。やっぱりこれはツアーに参加した方がいいですね。歩くと相当厳しいです。こちらクリスチャンが運営しているお土産物屋さんに来ました。こちらのお土産物屋さんはエルサレムで買うよりも格安だそうです。なぜならパレスチナ自治区では普通のイスラエル人よりも払う税金が低いからだそうです。ですのでクリスチャン関係のお土産を買いたい方はこちらがおすすめとのことでした。お店で夏目ヤシのジュースをプレゼントしてくれました。こんな感じ、真っ黒ですけれども夏目ヤシカラーですね。甘酸っぱくてめちゃくちゃ美味しいです。外は暑いのでめちゃくちゃ癒されますね。Present the five wounds of Jesus, the two hands, the two feet, and the side of Jesus. The second symbol we have is the star of Bethlehem. This is the star present the place where Jesus born, and the star has. 次はいよいよイエス・キリストが生まれた馬小屋がある生誕教会へと向かいます。ころにめちゃくちゃ大きいケンタッキーがあります。ここはちょっとしたショッピングモールになっていて、この地下に私たちの大きなツアーバスを止める駐車場がありました。
バスを止めた後はショッピングモールの中を通って出口に出て教会に向かいます。地元の人たちの生活を垣間見ることができてとても興味深いですね。ショッピングモールから生誕教会までは歩いてだいたい 5,6 分程度です。賑やかな通りを歩いていると右手にスクエアバックスと書いてあるスタバもどきのお店がありました。こちらの教会がイエス・キリストが生まれた馬小屋の後に建てられた生誕教会です。キリストのお墓がある教会よりもさらに大きいですね。この教会はイエスが生まれて300年ほど経った339年に当時のローマ皇帝コンスタンティヌス1世によって建てられました。現在建っているこの教会は6世紀に建て直されたものですけれども、床のモザイクや外壁の基壇の一部は建設当時のものと考えられており、現存する世界最古級の教会とのことです。こちらは4世紀頃のオリジナルのモザイクだそうです。この教会は場所によってローマカトリック教会、東方正教会、アルメニア使徒教会が区分所有しています。そして毎年クリスマスになると世界へ向けてこの教会のミサが生放送されます。それにしてもこの教会はエルサレム旧市街のどの教会よりも混んでいました。特に地下にあるイエス・キリストが生まれた場所だと言われているところまでは約1時間半ほど並びました。こんな感じですし詰め状態のため、中には気分が悪くなって座り込んでいる人もいました。この緑色の幕の下がイエス・キリストが生まれたと言われている場所です。みんなその中の14号線にタッチしたり写真を撮ったりしています。なんだかこんな感じだと神聖な場所でもそれどころではない感じですね。ようやく私の順番が回ってきました。この14号線にはここにてイエス・キリスト生まれたまえりとラテン語で書かれています。14号星はイエスがアブラハムから数えて14世代目に生まれたことを表しているそうです。地下の馬小屋の側面の壁にはイエス・キリストの生涯が紙芝居のように描かれています。なんだかイエス・キリストの実家に飾ってある家族の思い出写真のようでもあります。ここまでたどり着くのは思った以上に大変でしたが、それでも来れてよかったです。いやー、未だかつてこんなに混んでる観光地はあったかっていうぐらい混んでますね。さすが世界一有名な人の誕生の場所です。大晦日の有名な神社ぐらい混んでますね。すごい。はい、今半日のツアーを終えてエルサレムに戻ってきました。でこちらですね、やっぱりシャバットなので朝と全く同じようにずっとお店が全部閉まってます。お昼ご飯どうしようかなって感じですね。ちょっと何か空いてるコンビニでもあればいいですけれども、もしなかったら日本から持ってきたカップラーメンでも食べようかと思います。それでは今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回はいよいよエルサレム最終回、聖地オリーブ山とエルサレム新市街にある博物館の様子をお届けします。それではまた次回の Vlog でお会いしましょう。